こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はメイクコードを使用した配列と平均値の計算についてお送りします。今回の動画の内容は配列と変数の違いについて、配列の宣言と値の設定、配列要素の修正削除と追加、平均値の計算について解説していきます。変数は名前のついたデータを保存する箱であることを以前の動画で説明しました。例えば変数名 A という箱にデータ10を入れる、あるいは変数名 B という箱にデータとしても字列 ABC を入れるなど、変数では一つの箱に一つのデータしか入れることはできません。それに対して今回扱う配列というのはいくつもの連続した箱が一つの名前で定義されたものです。右の図を見てください。この例では配列にアレイ1という名前を付けています。そしてこの配列には0番から6番までの要素番号を付けられています。要素番号はインデックスとも呼ばれます。各々の箱にデータを一つずつ入れることができます。この場合0番から6番までの箱がありますので、合計7個のデータを入れることができます。メイクコードでは配列のブロックが用意されています。カテゴリーの高度なブロックを展開すると配列というカテゴリーが表示されます。この中にいろいろな配列を操作するブロックがあります。配列に名前を付けると配列の仕様が宣言されます。配列名は規定の名前として数値を扱う配列として配列が、文字列を扱う配列として文字列の配列が用意されています。独自の配列名を定義するには変数の追加より行うことができます。新規に変数を追加した場合、まだ変数の形は決まっていないので、最初にこの変数を配列として使う場合、配列ブロックの中でこの変数を使用する必要があります。配列に値を入れるには、数値の場合には変数配列をこの要素の配列にするブロックを使います。この例では配列の0番目の要素に0、1番目の要素に1を入れる場合を示しています。また文字列の配列にデータを入れる場合は、変数文字列の配列をこの要素を配列にするブロックを使用します。この場合、0番目の要素に A を、1番目の要素に B を、そして2番目の要素に C を入れる場合を示しています。配列の中を空にするには、変数配列を空の配列にするを使用します。それでは配列ブロックについて説明をしていきます。配列ブロックは高度なブロックのところを展開すると、こちらの方にですね、配列っていうボタンがあります。ここを押すとですね、そのカテゴリーの、配列の名前がこう出てきます。ここのクリエイトのところですね、こちらが数値を配列として使う場合ですね、データを入れる場合、こちらの方が文字列配列にデータを入れる場合があります。そして空の配列のブロックですね、まずこちらの数値を入れるブロックを使って説明したいと思います。これですね。規定の配列名は配列という名前になってます。文字列では先ほどにあったように文字列の配列というのが規定値になってます。それで自分の好きなこの名前にしたいときはですね、変数で変数を追加、このブロックを押してここで、例えばアレイ1とかそういうような形で入れていくんですね。でここは新たな変数名を作ってやって、このブロックで、最初に使うときにアレイ1というようにするわけです。そして、個々の数値をこの中に
入れていくっていうことになります。これが0番目の要素。こちらの方が1番目の要素っていうような形で入れていくっていうことになります。そして、ここが2つしかないんですけども、3つ入れたい場合は、ここを増やせば、ここ1個増えましたね。で、ここ3個。こういう4つの場合だったら、こう縦型にですね、表示されていきます。あと以降、こういう形になってきます。で、ここを例えば10とか20とかですね、こういう形で、初期設定することができます。そしてこの数を減らしたかったら、ここをマイナスを押せばこういうふうに、消すことができます。5つ入れていきましょうか。これで、40こう入れますね。こういう形でデータを設定していくということですね。こういう形でやる場合、それから、ここのアレイ1っていう配列を全部データを取り除くやり方ですね。これが今と同じブロックを使います。そしてこれをのけてやって、からの配列。こうやると、この配列っていう、AR1 か。アレイ1にしましょうね。アレイ1っていう配列名の中のデータがすべて消えるということになります。配列に値を入れる配列の長さを参照する例を示しています。このプログラムでは、最初だけブロックの中に、まずシリアル通信1両書き出しで文字列スタートをコンソール表示します。これはデータの内容をコンソール画面で観察できるようにするために使用します。次の変数アレイ1を、この要素の配列10、20、30で配列にデータをセットします。そして、次のシリアル通信名前と数値を書き出すブロックでは、まず、文字列配列の長さはを書き出し、次に、配列の長さつまりアレイ1のデータ数を表示しています。このスライドでは、配列の何番目の値を参照するかというプログラムを説明しています。上の最初だけブロックは、前のスライドで説明した部分になります。下のボタン A が押された時のブロック内では、カウンターを0から配列の長さアレイ 1-1 まで変化させて繰り返すループが実行されます。カウンターは0から始まるので、最終値は配列の長さ引く1と設定することに注意してください。このループの中のブロックは、配列アレイ1の要素をカウンターで指定し参照しています。この結果が右の図のように出力されます。それでは配列に入った値の個数ですね。配列の長さを求めるブロックについて説明します。例えばこういうアレイ1にですね、10、20、30っていうのがデータが入っています。これは、3個ですよね。これが配列の長さって言います。で、ブロックとしては、これですね、配列の長さの参照ブロックを使います。そしてこれ、データはアレイ1っていう配列名に出ましたので、ここでアレイ1を選びます。これで、シリアル通信で、配列の長さは、3っていう形で出力されるわけですね。シリアル通信っていうのはコンソール画面に表示するための命令です。ここの1行目はまず、小データボタンを表示、させるためにはこの、最初にこれを実行する必要があるんですね。実行しないとここまで来ないとボタンが表示されません。
それで、このシリアル通信ブロックの方はもともとはこういうものですね。シリアル通信名前と数値を書き出すということで、ここのパラメータが文字列、こっちが数値という風になってます。数値の部分としてこの配列の長さのブロックを入れています。で、これを実行した結果を見てみましょう。これが小データボタンですね。こう見ると、ここで、配列の長さは3ですというような形で出てきます。それで、次にですね、A ボタンを押したとき、の動作を設定しています。こちらですね、A ボタンを押すと、ここのループが実行されます。もともとはこういう、ループなんですね。カウンターを0から4に変えて繰り返すというこのブロックです。初めのカウンターの値が0で1回繰り返す。そして、次が1にカウンターが変わります。そして2回繰り返すという形で、このカウンターの値が4まで繰り返すということは5回繰り返すということですね。で、このブロックを使って、この部分を配列の長さ、何個データがあるかということですね。この場合0から始まるので1を引いてやります。とすると、ここが先ほど3つデータがあったら、0、1、2っていう形でカウンターの値が変化するということになりますね。で、データを取り出す命令がこれですね。配列の何番目の値を参照するっていうこのブロックになります。これをここに入れてやって、ここの、部分をアレイに変えてやって、そして、ここの部分、何番目の要素っていうのをカウンターの値をこう入れると、これと同じようになりますね。そしてこれの値を書き出すということになります。もともとのデータが、これ今データ3個しかないですね。で、これを実行してみましょう。で、ここで A ボタンを押します。そうすると、ここでデータが3つ要素を参照することができました。このスライドの左側の赤色のブロックは1番目の要素に配列名、2番目の要素に配列に入れる値を示しています。このブロックの最初の設定では2つの値を入れられるように作られていますが、プラスを押すとパラメータ数を増やすことができ、マイナスを押すとパラメータを少なくすることができます。この例では10から50までの値をアレイ1に入れています。右上のブロックは配列の要素を書き出す関数を定義しています。前のスライドで示した配列内容を表示する部分を関数にまとめました。この関数を呼び出すにはボタン B を押すことにより配列書き出し、関数を呼び出しています。このスライドでは配列の値を取り除くブロックについて示しています。最初に配列アレイ1に10、20、30、40、50を格納しています。この配列に対して赤枠で示す命令を実行した結果を下に示しています。まず左の例ではアレイ1から1番目の値を取り除く命令を実行したものです。すると結果はアレイ1の内容は10、30、40、50となります。インデックスは0から始まりますので、1番目の要素と指定した場合は20が取り除かれることになります。真ん中の例ではアレイ1から
最初の値を取り除く命令を実行した結果を示しています。この場合10が取り除かれ、配列の内容は20、30、40、50となります。右の例はアレイ1から最後の値を取り除くブロックです。この場合、結果は10、20、30、40となります。それでは次に、値を取り除く処理について見ていきます。その前にですね、まずデータをこういうような形で増やしてます。30、40、50という形で増やしてます。で、データを増やすとですね、この縦方向にこういう伸びるんですね。で、これマイナスを押すとこっちの方に、最後の部分がですね、削除されます。で、このデータを、書き出すのをですね、こういうような形で関数化しました。配列書き出しっていう関数を作って、こういう形で、書き出し部分だけをですね、こちらにまとめています。関数に関しては別の、動画の方で説明していますので、そちらの方を見てください。またシリアル通信についても一つにまとめてますので、そのビデオを見てください。で、ここで内容としては名前と数値を書き出すで、文字列、配列の長さはこれで、そして、ここの要素については、こういうようなループでっていうのは前の、スライドの方で説明していますので、そちらを思い出してください。で、この関数を呼び出すのは B ボタンで今どのデータが入っているかっていうのをですね、確認するボタンが B ボタンになります。で、これちょっと一回実行してみましょうか。で、ここで小データでコンソール表示してスタートですね。で、こちらの方で B ボタンを押したら今のデータをこういう形で今5つ入ってますね。0番目の要素、1番目の要素、2番、3、4番目の要素というような形で入ってます。で、このデータをですね、取り除く処理というのは、配列から何番目の値を取り除くっていうブロックがあります。それを使います。で、今回は、対象がアレイ1なのでアレイ1に設定し、1番目の要素を取り除くっていうことですね。これが A ボタンを押すことによって実施されます。じゃあ見てみましょう。で、まず B ボタンで元々のデータが今ここにあるデータですね。そしたらこう A ボタンを押します。1番目の要素だったので、0、1のところに20が入っていたのが削除されましたね。というような形で、何番目を削除するかというのが、先ほどの命令になってきます。先ほどは1番目の要素でしたね。現在は30ですね。これをもう削除したかったら今のもう一回実行します。そうすると2つデータが来ましたね。20、30というのが消えました。そしたら次に他にもですね、こちらの方にアレイ1から配列から最後の値を取り除く。そして配列から最後の、
最初の値ですかね。最初の値というのもありますので、それを実施してみましょうか。ここで配列で、ここでですね、これでしたね。こちらの方を実施してみましょう。これを消して、こちらの方で、アレイ1の最初の値を取り除く。これで、今、リセットして、今、スタートですね。そして、B ボタンで、今こういう風になってます。そしたら最初の値っていうのは10ですね。これを実施すると最初の値が取れました。もう一回押すと今度は20も削除されたということですね。これと同じような形で最後の要素を取り除くっていうようなブロックもあります。ここを消してやって、ここでアレイ1から最後の値を取り除く。これもやってみましょうか。ここで、B ボタンでこういう風になってますね。そして A ボタンを押すと今度は50が取り除かれたっていうような形になります。次に配列のデータを変更・挿入する例を示します。変更前の配列内には先ほどと同様に10から50までのデータが入っています。左の例ではアレイ1の1番目の値を A にするブロックを実行しています。この時値を A にすると表現していますが、直接 A の部分に数値を指定することはできません。一旦変数に数値を代入し、このブロックの右のパラメータに入れる必要があります。結果として配列内の20の部分が100変更されます。右の例では挿入の例を示しています。ブロックはアレイ1の1番目に A を挿入するを実行しています。この場合も直接数値を挿入することはできず、一旦変数に数値を代入し、それを右側のパラメータとして入れる必要があります。結果は元の配列の20が入っている部分が100に置き換わり20以降の部分が右にずれてデータが更新されます。このスライドでは配列の最初と最後にデータの挿入と追加をする例を示しています。この例も処理前の配列内は10から50までの数値が入っています。左の例ではアレイ1の最後に例を追加するブロックですが、先ほどと同じように一旦変数 A に数値を代入し、それをこのブロックの右のパラメータとして使っています。結果は配列の最後の要素としてデータが1つ増えています。右の例ではアレイ1の先頭に A を挿入するブロックでは最初の要素として100が挿入され、以降のデータは1つ右側にずれて更新されます。それでは配列の何番目のデータを何にするというこうブロックがありますね。それを使って個々の値に、変更してやりたいというような場合なんですけども、このブロックですね、ここをクリックしてもこの中に直接入れることはできないんですね。それで変数を定義してこういうふうに、ちょっと拡大します。A という変数を用意してそれに100を入れて、この値をここに入れるとこれのブロックが使えます。そこで変数の A をこちらの方にこういうふうに入れるんですね。そうするとこの1番目の要素がこの100に変わるっていうことができます。
これ実行してみます。で、今のデータがこういうふうにあります。1番目の様子だから、これの部分ですね。これを A ボタンを押すと100になります。こういうようにですね。こういうふうにインデックスを指定して変更ということもできます。で、違うやり方ですね。ここでこれを消してやって、今度ですね、配列の何番目に何を挿入っていうものですね。同じように配列アレイに1番目インデックス1番ですね。これをここも入れることができないんで、さっきと同じように変数の A をこう入れる。これ100が1番目に入るということですね。これをやってみましょう。これでまず元のデータを表示し、0、1、ここのところに100が入って、20、30、40、50っていうのが下にずれるっていうことですかね。で、A ボタンを押してみます。そうすると、10、20、もともと20が入っていたところに100に置き換わって、下に20以降がずれてくるという、そういうのが今のここの命令になりますね。配列の1番目に、A を挿入っていうブロックですね。そしてこれをのけて、次が追加ブロックっていうのもあります。これが追加ブロックですね。これを最後に A の内容をっていうような形ですね。これで0最後に100を追加する。で、B でこのデータです。このデータに押すと50の後に100が入るっていうのが先ほどのブロックになります。そして最初に、挿入する場合はこれを使います。配列の先頭に丸を挿入。この場合も中に直接入れられないので、変数を使って100を入れるっていう形ですね。そうするとどうなるでしょうか。B ボタンを押して、そして A ボタンを押すと、最初に100が入って、あとは、下にずれるっていう形になります。平均値を求めるプログラムを説明します。最初だけブロック内にシリアル通信1行書き出しで文字列スタートを書き出します。これで小データボタンが表示されます。次に変数 n を10にするブロックでデータ数を設定します。使用するデータはボタン A を押すことによって作成されます。まずアレイ2からの配列にします。次にカウンターを0から n-1 に変えて繰り返すブロックを実行します。このブロックでも0から始まりますので、右側のパラメータはデータ数 -1 を入れます。そしてブロック内は 0.1 から 999.9 まで乱数をセットしています。このループが終わると、データを
右下のような形で書き出します。このスライドでは配列の要素を書き出す関数を示しています。関数内はまずシリアル通信1行書き出しでこれから配列の内容を表示することを示しています。次にシリアル通信名前と数値を書き出すブロックを置き、名前の部分にループのカウンターを文字列に変換して配列、数値の部分に配列の要素を入れます。この関数が実行されると右下のような形で出力されます。このデータが平均値を算出するためのデータです。B ボタンが押された時の内容をここに示しています。これが合計を出し平均値を求めるためのプログラムになっています。まずシリアル通信1行書き出しでこれから合計と平均を書き出すことを示しています。次に変数サムを用意し0をセットしています。この変数の中に合計値を求めていきます。次の緑色のブロックがデータを加算していくためのプログラムになります。ループ内のブロックは変数何々を1だけ増やすブロックを使っています。ここでは変数サムをアレイ2の何番目の値だけ増やすとした形で設定しています。これで配列の中より順番に一つ一つ要素を取り出し変数サムに加算されています。このループを抜け出すと配列内の合計が求まります。平均値はデータ個数では離変数平均値に入れます。そして最後に合計サムと平均値を出力します。この結果を右の図に示します。はい、じゃあ、計算するプログラム見ますね。最初だけブロックでスタートという文字をコンソールに出します。そしてデータ数は N としてそれに10という数字を入れてやります。そして、次にですね A ボタンが押されると、データをここで作ります。データを乱数によって作るんですね。アレイ2っていう配列にまずこの中身を全部消してやりますからの配列、そしてここで、10回ほどこのループを繰り返します。0から始まるので、n 回ということを n-1 回ここをやるとちょうど10回になりますよね。そして、ここで乱数を発生させます。0.1 から、999.9 までの乱数。これで不動小数点の値が入ります。乱数が発生します。これ10回繰り返されるということですね。そして呼び出しで配列書き出しで先ほど、説明した通りですね、これで関数でここで、書き出します。そして平均値を求めるプログラムはこういう形になります。B ボタンが押したときですね、まず合計を求める変数サムに0を入れてやって、ここでサムという変数にこのループを回るごとに、順番にデータをここで取り出してやるんですね。アレイ2の中から、最初はカウンターが0だから0番目の要素、次が1番目の要素という形で、次々に取り出して、合計値を求める変数サムに加算していきます。で、これが終わったら結局10個のデータがここに合計されてますので、それを N で割ってやると平均値が AV が求まるということですね。そしてこれを書き出すということになります。はい。それでは実行してみましょう。ここで、B ボタンを押す。B ボタンはまだデータが入ってないので、今は出てないんですけども、まず A ボタンでデータをこういう形でデータを10個作りました。
そして、ちょっと大きくしましょうね。こういう形ですね。そして B ボタンを押すと、ここで、合計値と、平均値が求まりました。はい。この動画では、メイクコードにおける配列に内容について解説しました。配列を使用すると、一度の配列定義で多くのデータの格納が行えます。データの操作もインデックスを指定することにより自由に操作できます。合計や平均など多量のデータ処理が容易に行えます。などの利点があります。ご視聴ありがとうございました。